ではちょっと早瀬さん、お願いします。放送作家をさせてもらってるんで、取材とかも結構するんですけれども、ちょっとそこで起きたお話で。しっかり聞きます。すみません。はい、そうです。事故があって、その事件っていうのが本当に犯人がその犯人に合ってるのか、疑わしいぞっていう時に、ある番組で真犯人を見つけようじゃないかっていうのが、ちょっと立ち上げられて、で、その事件っていうのがあるホームレスの、発言というか、この言葉がきっかけで捕まったみたいな事件があったんですよ。なんですけれども、本当にホームレスが話した言葉っていうのが信憑性あるのか、なって、ちょっとじゃあ一からちょっと洗い直してみようかってなって、僕のところに来たんですよ、仕事が、話が来て。で、じゃあホームレスを一回ちょっと取材していこうってなったんですよ。で、事件があった公園に行って、一人一人取材していくんですけど、全然話聞いてくれないんですね。実際に、もう本当に。行きました。すみません、取材ですかみたいな感じで。行って、もうそれこそただじゃあれなんで、お酒のカンカン持って行ったんですけど、もう全然もう全然見てもくれないですね。もうスーッと遠ざかっていっちゃって、あれと思って、どうしようかなと思ったんですけど、知り合いに元公安の方がいらっしゃって。すごいですね。ちょっとつながりがあって、で、その元公安の方に、ホームレスの取材の方法教えてくれませんかって言ったら、教えてやるよって言って来てくれたんです、気軽に。で、時間っていうのがなぜか昼とか朝じゃなく、夕方なんですよね。なんで夕方なんだろうと思って、朝、昼っていうのは、ホームレスは忙しいんだよ。忙しい。はい。なんでですかって聞いたら、俺らみたいに食いたい時に飯を食うわけじゃない。ホームレスっていうのは。行って、その場にあるかどうかだ。だから、お弁当とかがない時もあるわけですよ。だから早めに行かないとないんですね。だから秒で戦ってんだ、あいつら。みたいな。で、カンカンとかも、いつもあるけれども、別のやつが行ったらないだろう。だから本当あいつら忙しいんだよ。だから、夜、夕方っていうのは何もしないんだよ。夜なんか歩いてるホームレス見たことあるだろうって言うんですよ。あれは寒いから歩くんだ。あの時は時間空いてんだよ。だからその時間を狙いなさいって言われたんですね。だから夕方なんだと思って。で、お前カンカン持ってったって言ったな。それもダメだから。なんでですか、お酒いいじゃないですかって言ったら、持っていくのはこれだよって袋から出したのが、もう瓶なんですよ。酒瓶の。と、紙コップなんですね。同じじゃないですかって言ったら違うよ全然って言って、見てよって言って、ホームレスにトントントンって言って、ちょっとね、パーティーしましょうよって言うんですよ。集まりって言ったら、カンカンだと持って逃げられると。一人が。だから、酒瓶とかだと、パーティーしようって言ったらみんな集まってくるんですよ。だからこれがいいんだよって言って。独り占めしたからだろって言って。どこでも使えない情報ですけどね。いや、使ってください。はーとは言いましたけど、それ今後多分役に僕立たないと思いますけど。目が真っ黒だったんで、本当は思ってないんだろうなって。でもすごくわかります。なるほどなって思いました。なんですよ。で、そしたらわーっと集まって。で、しかも、ホームレスの方ってメディア対応のホームレスがいるんですよ。広報みたいな人いるんですか？いるんですよ。その人通さないと話聞いてくれないんですよ。それルールであるんですね。大きい公園だと。そのホームレスを見つけるのがまず最初にしなきゃいけないことなんですよね。公園ではあってルールが。で、お酒飲まして。そしたらメディア対応のって言ったら、トコトコと歩いてきて、私ですって言って、じゃあ話聞かせてくださいって言ったら、どんどん話聞けるんですけど、でもその事件の話は聞けなかったんですよ、結果。というのも、ホームレスっていうのは、公園を渡り鳥みたいにトン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 と移っていくんで、なおかつその県内にいるんじゃなくて県外にも行くんですって。だからもう数十年前の事件だとこれは無理だよって言われて見つけるのがそうですかって。でもこういう機会だからたくさんちょっと取材していこうと思ってちょっと面白い話が聞けまして。というのもホームレスになった理由っていうのがお金がなくなっただとか、あと病気で病院払えなくなって、で家もどうも何もならないって言ってホームレスになった人結構いるんですけど、その中で一人監視ですって言った人がいるんですね。監視です、私は。ホームレスになった理由が監視ですって言ったんですよ。何ですか、監視って。いや、僕も分からなくて、監視ってどういう意味ですかって言ったら、言えないって言うんですよ。どういう意味か。と思って。いや、教えてくださいよって言ったら、じゃあお前らがもう一番うまい飯食わせろって言うんですよ。俺だからってバカにすんなよって。お前らが思う一番うまい飯食わせろって言われたんで、その元公安の方に言ったらば、看板出てない寿司屋連れて行ってやるよって言われて。面白そうだからって言って一緒に行ったんですよ。で、そこで食べて、ありがとう、じゃあ教えるよって言われて、教えてもらったのが、もともとそのホームレスの方っていうのは、奥さんがいて、なおかつ、その2人、娘さんと息子さんがいたんですよ。でも、そのホームレスの方はすごい仕事頑張っていて、家に帰れなかったんです、あんまり。だからそれで離婚してしまったんですけれども、その時に、子供2人ともついていくかなと思ったら、その息子の方が、僕はパパのところになんかいるって言ってくれたんですよ。残るって言ってくれて、
でもそれでも結構揉めたんですけど、結果やっぱり残ってくれて、で、どうしてって言ったら、いや、パパが一人だと寂しいでしょって言ってくれて、ありがとうありがとうって言って、もう会社もそこを辞めて、軽い方の会社に着いて、で、もう家族との時間を増やそう。ああ、今まで仕事で忙しくて、子供との時間取れなかったから、もう自分の方に来てくれた息子とは今度はね、しっかりやり直そうっていう。息子のために生きようっていうぐらいで思ったらしいんですけど、数日後に家に子供が帰ってこなくなったんですね。夕方過ぎぐらいになっても帰ってこない。あれと思って、小学生なんですけど、まだ、と思って、奥さん連絡して、いや、来てないよって言って、と思って、よく遊ぶ公園とかも行ったんですけど、どこにもいない。なんだろうと思って、もしかしたら家に帰ってるのかなと思って、家帰ろうとしてたら、なんかね、ちょっとやぶみたいなところがあって、そこでなんか人がうわっと集まってるんですよ。その中に警察とかもいたんですね。いや、まさかなと思って、と思って近づいたら、自分の息子がそこで死んでたんですよ。はい。頭を何かで殴られて、血だらけになってて死んでたんですね。息子が。で、その後も、そのお父さんもいろいろ済ました後に仕事続けなきゃいけないんですよ。というのも、奥さんとかにお金を払わなきゃいけないから、働き続けるんですけれども、いずれやっぱりその、体力も精神的にもちょっと患ってきてて、もう俺は生きてる価値ないなと思って、公園に座ってたんですって。そしたら目の前をリヤカー引いたホームレスが歩いていくんですよ。そしたら、そのホームレス、リヤカー見たら、自分の息子の財布持ってたんですって。で、なぜ分かったかっていうと、一緒にいてくれたからっていうことで、手作りで財布作ってたんですよ、二人で。で、なんか落書きというか、お父さんとその息子さんで似顔絵みたいなの書いてくれてて汚いんですけど、それがあったんですよ。リヤカーの中に。目の前通ったホームレスの人が。はい。リヤカーの中入ってて、いや、ちょっとこれ、どこでって聞いたら、いや、わかんないよ。落ちてるもん拾ってるからね。いやいや、ちょっとこれ、うちの息子のって言って、知らないよ、そんなの。俺は行くからね。って言って、いや、ちょっと待ってください、話聞かせてくださいって言っても、警察呼ぶぞとかって言われて、全然話聞いてくれなかったんです、僕みたいに。で、これどうしようと思って、警察呼ばれても、呼んでも、これもしかしたら話聞けないかもしれない。これどうしようと思って考えた結果、自分がホームレスになったらいいんだって思ったんですね。上から語ってるから、聞いてるから、同じ位置に行けば話聞いてくれるんじゃないかなと思って。で、彼ホームレスになって。で、監視してるっていうのは、そのホームレスの方が、どっか行っちゃうかもしれないから。で、ちゃんと話も聞きたいから。っていうことで、監視してたっていうことなんですよ。そうなんですか。で、その後どうなんですかって聞いたら、仲良くなったんだよ。仲良くなったらね、教えてくれたよ。って言って、飯食えない時どうしてるって聞いてくるんだよね。ああ、僕は水飲んでますね。それじゃあもう栄養になるわけだろ。俺はね、こうしてるよってどうしてくれたのが、ガキっつうのはさ、最近さ、金持ってんだよ。だからさ、そこら辺のさ、でっけえ石持ってさ、頭ぶん殴ってやんだよ。で、財布盗むだろ。で、その石放るんだよ。そしたらバレねえからよ。川に流しゃいいんだよ、石なんて。そしたら全然バレねえから。って言って、3人ぐらい今まで子供ぶん殴ったって言ってるんですよ。で、教えてくれたのが、どこどこ公園の何月何日あたりっていうのが、自分の息子とちょうど当たってて、こいつが俺の息子殺したんだってそこで分かったんですって。そうですね。はい。たまたま財布拾ったんじゃなくて、こいつだって思って、その時からこいつどうにか殺してやろうと思って、ずっと追っかけてる。それが監視って言ってたんですね。もう犯人って分かったんですよ。で、殺そうと思って、で、元公安の方も、殺すって言ってるけど、自分も息子がいるから、これはもう見逃したいって言ってたんですよ。いや、俺はちょっとごめん、捕まえらんないし、警察とかも言えないって言って。でも、結果はやっぱ知らないといけないから、ここまで知っちゃったから、ということで、携帯電話を、実は今ホームレス的にみんな携帯電話持ってるんですよ。あ、そうなんですか。スマホ持っていて、で、携帯電話の番号を教えて、で、何かあったら連絡してこいっていうことで終わってたんですけど、数ヶ月前に僕宛てに連絡が来て、朝方、5時ぐらい、4時、5時ぐらいに、ホームレスの方から連絡来て、もう泣いてるんですよ。うーっつって、その時僕、もしかしたら殺しちゃったかもしれないなと思って。すごい話。はい。すっごい怖くなって、ちょっとってなりながら、4時、5時で、ある公園に、タクシーでうっと行って、公園の入り口にいるって言われて、行ったら、もう膝からもう落ちてて、うーって泣いてるんですよ。で、ちょっと通る人が見てる、何あれみたいな。で、丸村さんって言ったら、手をぐっと掴んで、いや、もう手離さないでくれって。いや、ちょっと伝えたいことがあるんだって言うんですよ。どうしたんですかって言ったら、殺せなかったんだよ、俺って。よかったと思って。よかったと思って。どうしたんですかじゃあ話聞かせてください、詳しくって言ったら、いやね、殺そうと思って朝紐買ったんだよ、俺つって。朝紐で首踏んじばって殺してやろうと思ったら、次の日殺そうと思って寝たらね、夢の中に息子が出るんだよ。
で、パパのとこにいるよって言ったあの日のことが何回も何回も夢で出てくるんだよって。パパのところにいるよ、パパのところにいるよって何回も何回も出てくるんだよって。で、まあでも、それは俺がもしかしたら殺そうと思っての怖がってるかもしれないから、その息子っていうのを頭の中出してるかもしれないと思う。でも殺してやろうと思って朝起きて、また練習しようと思って朝紐でグッグッグッってやってたんだよって。今日殺すぞって思ってたって。そしたら目の前に息子が出てきたんだよ。霊なのかわかんない何なのかって。で、やめてパパ、やめてパパって言うんですって。だからその時に思ったのが、この目の前のホームレスを殺すっていうのは自分のためなのか、息子のためなのか、いや、これ自分のためだなと思って、俺がイライラしてるから殺そうとしてんだと思ったんで、そのホームレスは、殺して天国に死んで、行くよりは、殺さずに復帰して社会に。で、息子と会った方が絶対これはいいだろうと思って。天国でね。そうです。で、心を入れ替えて、殺せなかったんだよって言って、で、この話を聞いてくれて、本当にありがとうねって泣いてるんですよ。で、俺は社会に復帰して、で、儲けた金で一番にあなたにお寿司をおごるったんですよ。絶対返すからって言われて、ありがとうございますって別れたんですね。よかったと思って。そしたら数週間前ですね、連絡がまた来て、ある喫茶店で待ち合わせして、そしたら、なんかホームレス辞めてるんで、綺麗な、服装で、いらっしゃってて、で、って言って、で、何やられてるんですかって聞いたら、今、自動車整備工やってんだよ、俺は。もともと、商社マンとかやる前に、車興味あってね。だから車いじりもやってんだよ。楽しくてしょうがない。ああ、よかったですね。で、手見たら黒いんですよ。それでもすごい嬉しくって、よかったよかったと思ったら、で、ちょっと今日呼んだのがね、つって、さ、また息子目の前に出てさ、つって、で、お父さん、殺してよ早くって言ってくんだよね。息子がさ、言うんだよ、早く殺してくれってさ、つって、殺したいなって俺思ってさ、で、君取材してたじゃん。ホームレスどこ行ったの？俺さ、公園行ってもさ、いないんだよね、どこにもホームレス。知ってんでしょ？ね。元この人とかいたじゃん。連絡してよ、早く。ね。教えてよ、早く。ねえねえ。言ってくるんですよ。今も言ってんだよ、早く殺してくれって。早く殺そうと思ってさ、俺さ。でさ、あの時殺すな、ダメだって言ったのは、今この朝紐じゃ殺せねえって言うんだったんだよな。首絞めてさ、駅止まってもさ、12分くらいさ、ずっと締め続けなきゃいけないんだって。俺力ねえからさ、殺せねえじゃん。でもさ、今だったらさ、武器いっぱいあるからさ、それでドンよ。殺せるんだよね、今だったらって。だからタイミングが違うって言ってたんだよ、息子は。今は殺せない。待てって言うんだったんだよな。今は殺せる。だからこそと思ってさ、どこいんなって言われて。僕ちょっと怖かったんで、さ、ちょっと元公安の方も連絡先知らないですし、ちょっともう時間あるんでって言って、その喫茶店から出た。そっからも連絡全くないっていう。お話です。お話ですじゃないですよ。終わりです。終わりです。なんか小説にもなりそうなぐらいの話ですし、すごく、ハッピーではないですけど、やっぱりこうね、子供が出てきてくれて、やっぱり殺すことは良くないんだ。お父さん、自分の手を汚さないでって思ってくれてたんだって、こっちは納得しようと思った後のもう一回のやつ、これ何なんですか？でもそんな感じで叩かれました、僕も。なんでしゃべんだよって。いや、夫婦じゃなくて。すごい力強いんですよ。グーって掴む力が。再現された。そうそう。グーって思い出しましたわ、ちょっと。グーって掴むんですよ。その話をしました、今。聞いてるわ。僕らの話、こんな感じで終わるんですよ、毎回。僕らだけヘラヘラして終わるんですよ。そうなんですよ。僕らだけヘラヘラして終わるんですよ。僕らは至って楽しいです。すごい、本当に受け止められないですわ。取材してるとやっぱたくさんあるんですよね。これ全部実際の話なんですか？そうですね。実際に取材で足運ばれてっていうことだから。かなり時間使って。だからなんかもう、ね、すごい話なんですよね。そうですね。ホームレスのトリビアも入れつつ。そうですね。こういうふうに取材してくださいっていうのもあったし。素晴らしい。情報も与えて、いい回になったんじゃないですかね。今回のですか。